みなさん、こんにちは。よしえです。今日も私のチャンネルを見てくれてありがとうございます。元気ですか？はい、今日は占いについて話をしたいと思います。占いって何か知っていますか？簡単に言うと、誰かに自分の未来のことについて予想してもらうことです。例えば、今日はラッキーなことが起こるよとか、ちょっとアンラッキーなことが起こるよとか、近い未来のこともあるし、遠い未来、いつ結婚しますかとか、いつ病気になりますかとか、そういうことも占いで占ったりします。はい。で、なんで今日占いについて話そうと思ったかっていうと、今この動画1月に公開されていると思うんですけど、結構日本人は、新年になると、新しい年になると、おみくじを引いたりするんですよ。神社とかお寺に行ったら、自分の運勢、自分がラッキーかアンラッキーかを占うためのくじがあって、それをね、引いて、今年はラッキーな一年になりそうだとか、そういうのを、占うんですよ。で、そのおみくじだけではなくて、実は結構日本人ってそういう占いよくするよなって思ったんですよ。例えば、テレビとか見ていても、朝の番組の一番最後に、誕生日占いっていうのが結構よくあって、例えば3月生まれの人は今日のラッキーカラーは黄色ですよとか、今日一番運勢がいい、ラッキーなのは1月生まれですよとか、そういうのをね、毎日のように放送しています。とか、あと、血液型占いって皆さんの国にはあるのかな？例えば、私、O型なんですけど、O型の人は、結構穏やかな人が多かったり、大雑把。あんまり細かいことを気にしない人が多いとか言います。はい。で、A 型は逆に几帳面で細かいことを気にするとか。あとO 型と B 型があんまり仲良くなれないとか、そういうのがね、結構、人気ですね。みんな友達との会話の中で、あなた何型？じゃあ、こういう性格だねとか、普通にね、話をするんですよね。それに対して、私は別に信じていないことが多いんですよ。おみくじとかも引くし、神社とかお寺とか行ったらおみくじするし、テレビでね、誕生日占いとかがあったら、信じてはないけど、一応自分の誕生日チェックしとくかとか、血液型も信じてないけど、会話の中でそういうのが出たら、相手の会話に合わせたりするし、結構日本人は、そういう感じで、深くは信じていないけど、日常の中に自然に占いがあるような気がしますね。皆さんはどうですか？誰かに占ってもらったこととかありますか？お金を払ってとか、知り合いの占い師さんとかいたりしますか？私は、さっきも言ったように、占いってそんなに信じないので、占い師さんにね、お金を払って、私の運勢はどうですかとか、将来
私はどうなるんでしょうかとか、占ってもらったことはないんですよね。結構、高いんですよ、多分。占ってもらったことないからわからないけど、多分一人3000円とか5000円とかするんじゃないかな。まあ、たまにね、友達で占いに行ってもらったよ、占いしてもらったよとか、まあそういうのを聞くことはありますね。まあその人たちも、すごく信じるタイプの人もいれば、なんか本当かなみたいな。本当に将来のこととか、私のプライベートのことまでわかるのみたいな、疑って、面白がっていく人もいますね。で私は一回だけ、占いをしに行ったわけじゃないんだけど、お茶屋さんで、なんか中国風のお茶の入れ方で美味しいお茶を入れてくれて、その後、なんか目を見て、目の中の何かを見て、占いをするっていうカフェに行ったことがあります。なんか神戸のね、兵庫県の神戸市っていうところが結構中華街とかが有名で、そこにそういうカフェがあったんですよ。で、友達と面白いねって言って行って、で、お茶を飲みました。そしたら、なんかおじさんがね、来てくれて、はい、じゃあちょっと目見てみようか、みたいな感じで、目を開けて中を見てくれました。で、なんか言われたことはあんまり覚えてないんだけど、まあ大丈夫だよ、みたいな。なんかそんな悪いことは言われなかったですね。友達も、まあなんかリラックスしていきなよ、みたいな感じのことを言われていたかな。ね、まあ本当にね、信じていないので、覚えてもいないんですよね。まあでもちょっと、占いやったことないし、まあ面白い経験だったかなとは思います。はい。まあ本当にね、この占いって、日本の中では、今、アプリで占うとか、もう携帯上でデータを打ち込んで、自分を占ってもらうサービスとか、もう本当にたくさんあるんですよね。まあ皆さんも面白いと思ったらやってみたらいいかもしれないですね。はい。タロット占いとか、まあいろんな占いがありますよね。手相を見るとか、ありますよね。はい。まあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。皆さんももしね、占いに関してエピソードがあれば、ぜひコメントで教えてください。では、今日の、ポッドキャストもトランスクリプトを作りますので、よかったら、ペイトリオンからゲットしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。